タチウオ天屋の魅力はやっぱりこう大きいのが釣れる。結構当たりとかも、ダイレクトに大きいガツンとくるものもあるんですけれど、コツっていう小さい当たりがあったりするんですよ。その時にこう違和感を感じてかけられる、あの時の瞬間ぐっと重くなるあれがやっぱたまらないですよね。だからやっぱタチウオ天屋って人気なんだなって思いますね。おはようございます。バリバスフィールドスタッフの井上直美です。今日はですね、神奈川県大津の稲の丸さんにお世話になって東京湾の天屋タチウオ釣りを楽しみたいと思います。今ですね、ちょうどドラゴンサイズの大きなタチウオも上がってるそうなので、頑張ってそちらも攻略して釣っていきたいと思います。行ってきます。今時期の天屋タチウオなんですけど、私先週行ってきたんですよ。でその時にやっぱり結構激しいアクションが良かったみたいで、結構こう天屋もこうヒラ打つような感じのこうアクションがすごいタチウオに効いたので、今回はロットアルファタックルの怪人、タチウオ天屋っていうのの一番硬いバージョンですね。91の 175H っていう結構こうバイブレーション重宝とかやりやすい、結構ちゃんとアクションができるような硬めの竿を使ってます。でリールがこれ新製品なんですけど、テールウォークの、エラン、SW 電動100っていうものですね。こちら小型の電動リールでなんと 345g。 やっぱりこう天屋タチウオってこうちっちゃい当たりが多いんで、やっぱ感度が重視なものになってくるんで、こう軽いタックルでそういうタックルバランスにしていただいて、でこれ PE 糸の方がですね、こちらも感度がいい、レンジマスターという PE 使ってます。こちら本当に伸びも少なくて、もうこのタチウオのちょっとした当たりとかも結構感知できるので、私はすごく気に入って、まだプロトタイプなんですけれど使っています。コンディションは、だいぶいいっていう感じはあるんで、一応今回行くポイントが一応走り水置きっていう場所なんですけど、一応そっちの方だとちょっと細かいサイズのタチウオの方が多いっていう感じ、当たりも多く出てるって感じなんで、途中でちょっと西側猿島寄りとかにちょっと移動するんで、するとちょっとでかいのが出るかなっていう、先ほどもそうなんですけど、やっぱちょっと叩いてで止めるっていう、止めるところはしっかり止めるっていうのが今の、釣り方っていう。ずっと動かしてる人もいるんですけど、やっぱ取る時の、魚のタイミングもあるとは思うんで、やっぱ止めれるところは止めてっていう、ちょっと魚のタイミングつか抜けるのを出してあげてっていうやり方で。はい。45から35。さあ釣れるか。今バイブレーション重宝で、今こうさっきも話した通り、こう天屋がヒラ打ってるようなイメージで動かしてます。今で電動微速で巻いてますね。来たドンって入りましたね。今びっくりした1回目使ってしまって、次で合わせられました。さあサイズはどうでしょうか。よいしょ。うわーでかい。うわサイズいい、サイズいい、幸先いいですね。ちょっといいサイズきましたよ。おー今バイブレーションからの止めできましたねやったー。すごい私の指がちょっと
あれだからなんかちっちゃいから指8本ぐらい大きいところだとありますけど、でもメーターを超えてますね。メーター103センチぐらいですかね。うわーすごい、朝一いいですね。ちょっとサイズアップ狙って頑張ります。お幸先嬉しいな。今日はタチウオの活性いいかな。サイズもまずまずなサイズでしたね。でも朝一いきなり来たからちょっとびっくりしちゃいました。かじられたりしたら変えた方がいいですね。今まだちょっと綺麗だったのでもうちょっと使ってみます。あと活性が今まだいいからいいんですけど、活性が低い時にやっぱちょっとでもこう噛まれてたりすると全然当たりがなくなっちゃうんですよね。やっぱ餌は綺麗な方がいいですね。でもタックルで言うとそうですね、やっぱ今のバイブレーション調法にはあったもう91調子なんですけれど、やっぱりこう先上子な分こう当たった、ごめんなさいなんで喋ってると当たるんですかね。私は結構力がないので、こういったなんか先上子の固めの竿の方が今みたいな調法がやりやすいですね。はい、よいしょ。ちっちゃいっつっても全然ちっちゃくないですねわあ2本目きました。結構上まで追ってきた感じなんですかね。わあやったー。いやでも当たりちっちゃいです。でもその当たりをかけれたからちょっと嬉しかった。イエーイ。どうなんだろう、まだなんかこう船団になってないからね、遠くの船はまだこっち来てないけど、どんどんこれ船増えてきますもんね。だから船が増える前にこの発生がいいタチウオを釣ってった方がいいですよね。あと今微速電動入れてるんですけど、このリールは30段階で調整ができるので、今日みたいなちょっと本当にゆっくりな電動を入れたい時にはいいですね。結構こまめに細やかな調整ができます。でも上の方ばっか当たるんですよね。だからやっぱり35メーター付近がなんか魚の層なのかもしれないですね。お、来た。おお、重いやばい。よし、来た、気持ちいいバレないで。やっぱ上の方でした同じ誘いが効いております。いやでも今日はもう感度重視のタックルセッティングなんですごいいいかもこれ。おいしょおいしょ。わーでかい、いいサイズきたー。嬉しい、いいですね、大きいですね。ちょっと今日はいいの狙えてるような気がします。わーいやったー。上の層大きいのいんのかな。嬉しい。徐々に1メーター10はありますね。私ぐらいかな、ちょっとないぐらいおーすごい、ちょっとずつサイズアップしております。ちょっとライバル戦がどんどん多くなってきたので増える前に。でも順調ですね。いやでも今回釣れてるのは私のせいじゃなくて、このタックルバランスが私に合ってたからっていうのがかなりあるような感じがしますね。今使っている PE なんですが、こちら、レンジマスター X9 という、プロトタイプのものなんですけれど、もう本当に感度がいいですね。今日のタチウオ本当にこうガッっていうこう食い上げの当たりもあるんですけれど、ちっちゃいちょんちょんっていうなんかあれ
これ当たりかなみたいなもそういうのも捉えることができて、あとはこの伸びも通常の P って大体 6% ぐらいなんですけれど、こちらのレンジマスター X9 は 3% と伸びもないので、すごい合わせもすごく効きますし、あとは潮のすいません、潮の抵抗を受けにくいので今喋ってても分かるぐらいの本当に感度というかなんですけど、こんな感じで潮の抵抗も受けづらいので、P がまっすぐ立ちやすいという利点もありますね。やっぱりまっすぐ立てないと、やっぱ着底した時に例えばボトムでこう糸吹きすごい出ちゃったりとかもするんですけれど、こちらは感度もいいです。はい、釣れました。なんか今てんやをやってるんですけれど、私この P でタイラバとか、あとは私丸イカ釣りが一番好きなんですけれど、丸イカやったんですけれど、まずタイラバはやっぱ着底すぐ巻くみたいなあるじゃないですか。でその着底がすごい分かりやすい。だいたいこう着底したら糸ふけ取ると思うんですけれど、糸ふけが全然出ないんですよ。なのでもう着底してすぐ魚の当たりが分かったりとか、それは私はすごく驚きな部分でしたね。あと丸イカでいうとやっぱ当たりが小さいので、その当たりをこう捉えやすくなりましたね。ちょっと震える当たりだったり、そういったちょっとなんか近くにいるんじゃないかっていう違和感がすごく感じられるようになって、そういう部分でもやっぱ糸って大事なんだなってこの糸を使ってすごい思うようになりました。まあね、糸って私それまでお恥ずかしながらそんなに重要視していない部分だったんですけれど、やっぱりいい糸使うと全然違うなって、なんか釣りがより楽しく感じられるので、ぜひね船釣りやる方はこの糸を使っていただきたいなと思います。じゃあどんどん釣っていきましょうか。なんか船がどんどん増えていく時間とともに、やっぱポイントがこう、皆の丸さんはね港前なんですぐなんですけれど、今釣れてるポイントがこの大津の港前のあたりなので、そうだ、バイブレーションやった後に止めるときは結構こう下に下がっちゃう人いるんですよ。こういう感じで、それだとこう当たりがこう分かりづらくなっちゃうんで、叩いた後はピタッと上で止めた方がいいですね。の方が当たりが出やすい。今日はちょっとテクニカルなんですかね。でも面白い。タチウオテンヤの魅力はやっぱりこう大きいのが釣れる。タチウオの釣り方って天秤と、あとはジギングとテンヤって東京湾だと3種類が主になんですけれど、その中でもテンヤは大きいのが狙える。あとは結構当たりとかも、ダイレクトに大きいガツンとくるものもあるんですけれど、今日みたいにコツっていう小さい当たりがあったりするんですよ。その時にこう違和感を感じてかけられる、あの時の瞬間ぐっと重くなる、あれがやっぱたまらないですよね。だからやっぱこうタチウオテンヤって人気なんだなって思いますね。で、今回はちょっとバイブレーションでこう世話しないちょっと釣り方になっちゃってるんですけれど、でもこうそれだけが正しいわけじゃなくて、やっぱゆっくりのスローの時ももちろん当たる時もあるので、お子さんからもうおじいちゃんおばあちゃんまで楽しめる釣りなんじゃないかなと思います。でやっぱ食べて美味しいじゃないですか、タチウオ。そんなところもやっぱ魅力かなと思いますね。今日はあとはまだ釣れてないんですけれど、テンヤで私は最大130くらいの釣ったことがあるんですけれど、そういったドラゴンサイズも出るので、やっぱそういうところが魅力だなと思いますね。さあドラゴン目指して
釣っていきましょうか。船がちょっとどんどん増えてきちゃいましたけれど。よし。あとこうやって血がつくとですね、時間が経つと取れづらくなっちゃうんで、こまめにこう血とかがねこの辺ついてたら、イワシとかこんな感じで流してあげた方が釣りも気持ちいいですし、はい、最後船長さんのお掃除が大変にならないように皆さん協力してあげてくださいね。よしよし、釣るぞ。釣れそうな気はしております。よしゃーやった、釣りはバレないで。もう一回来てくれた。嬉しい。気持ちいいですね、この引きが。よいしょー、やったー。こんにちは。ちょっと餌を若干ちっちゃくしたやつにしてみよう。ちょっとフックサイズと今餌を若干ちっちゃくしました。やっぱ渋い時間帯はシルエットをなんかちっちゃくすると釣れることもあるので、ちょっと試しにやってみますね。若干ちっちゃめ、若干ちっちゃめにして、でもちょっとなんか釣れない時間になってきて、餌朝一よりはちょっとちっちゃめにしたんですけれども、1段階ちっちゃくしてみようかな。まず天矢がありまして、この天矢の端から尻尾がちょっと出るぐらいなんで、このぐらいですね。で天矢は斜めになってるので、この辺から切ります。斜めに切ります。で私はちょっと斜めにしてハサミを入れて、なんか今サイズがちっちゃいということだったんで、ちょっと内臓を取りますね。で内臓は別に取っても取らなくても、これはなんか好みでいいと思います。でまっすぐなるようにこのイワシがまっすぐなってないとすごい変な動きしちゃうみたいで、そうするとタチウオが釣れなくなってしまうので、しっかりまっすぐつけていきます。はい、こんな感じですね。ちょっとトリミングして、はい、できました。あとか言ってるんですよね。ちょっと待って。よいしょ。ちょっと釣り方、この時間の分かってきた気がします。優しくですね、この時間は。やったー、可愛いけどやりました。貴重な一本。今なんか食い上げの当たりがあってですね、やっぱ上に上がるんでかけてもかからないじゃないですか。そういう時はこう食い上げ、もし例えばこう食い上げたとして、こう合わせてもかかんないってなったら、こうゆっくり落とす。はい、こんな感じで
ゆっくり落とすとまたこうプッとかプンとか入るので、そこでかけてあげる。そうすると結構しっかりかかりますね。なので食い上げのあたりでかけれなくても慌てずゆっくり落としてあげると、もう一回当たりが来ることが結構あるのでやってみてください。今の、水深が55から50、あ、違う、間違えた、45から55ということなんで落としてるんですけど、まあその55から10メーターぐらい上げてきてるんですけど、もう本当に優しい誘いですね。なんかいるかまあ今落としたらすぐ来ちゃいましたなんかボトムにいるんですかね、何かが。なんだろう。あ、タチウオだごめんなさい、タチウオでした。なんか巻かれちゃってるんだタチウオいました。今棚の55メーターまで落としたらすぐに当たっちゃいました。はい、もう一回釣り方説明しますね。で今ボトムですぐ当たったんですけれど、基本的には今の釣り方は微速でこう1で入れながらこうふわふわこうやってやってると当たりがあるようなパターンなんですけれど、例えばこれを電動止めたままこうやってふわふわやるとさっきみたいに絡まる原因になってしまったり、あとは結構テンヤをロストしてしまうので、ロストしたくない方はね、なるべくあんまり止めないで動かしたまま、電動入れたままこうやって動かした方がさっきみたいに絡まらなかったり、あとはロストの原因にならないので、ぜひもしロストしちゃってすぐなくなっちゃうっていう人はやってみてください。あー、来たよいしょかわいい、来たやりました。優しい誘いがやっぱり今はいいみたいです。イエイわあ、雨が降ってきたちょっと暑いから気持ちいいけど、雨が降ってきたけど、あとちょっとしか釣りできないし、レイン着るのちょっとめんどくさいし、釣りもしたいし、やっぱなんか潮がなんか変わる境目みたいな感じがあるんですけど、そこでいつも当たりがある。まあもう来てく、おいしょよいしょ、おー来た来た。やっぱそういうところにいるんですね。なんかよくテレビとかで潮の境目とか言うけど、いまいち分からなかったけど、これあれかな、やっぱタックルと糸がいいからすんごい分かりやすい。で来るのもなんか、あ、ここだよね、ここで来るよねっていうところで来てくれますね。これはなんとも釣り楽しいな。よいしょ。海の中のイメージがやっぱタックルバランスがいいと分かりやすい。これほんと釣り楽しくなる。イエーイやっぱりここだ、やっぱりうわー、バレちゃったかな今ので。あー、バレちゃった。でも今絶対ここで来るっていうところで今来たので、ちょっとバレちゃったのは残念ですが、あー
ありがとうございました。ありがとうございました。もうやめよう、キリがなくなっちゃう。お疲れ様でした。ありがとうございました。最後はびしょ濡れでしたけど楽しかったです。ありがとうございます。